頑張らしていこうぜ。どうもこんにちは、こんばんは、おはようございます。ホワイティー村上です。はい、本日の久々のステップチューブ Q&A スパイクの寿命についてお話ししたいと思います。これに関しては疑問にね思っていた方も多いと思います。コメントでも質問をいただいていましたが、なかなか情報がないんですよね。なぜかというと、スパイクの寿命は使用者の使用状況に大きく左右されてしまうからです。そのためメーカーも私たち小売店もなかなかどのくらいね使えますよという案内が難しいところなんですよ。でもできる限りお答えしたいと思ったので、メーカーの意見も今までの私の経験も参考にしながらホワイティなりの考えでお話しさせていただきます。あくまで参考程度にお考えください。それでは行ってみましょう。レッツスターティン。はい、では早速ですが、皆さんスパイクの寿命はどのくらいだと思いますか？1年、2年、それとも半年。これに関してはステップスポーツ熊本店のインスタグラムを通じてお客様に質問をさせていただきました。それではね、結果発表いってみたいと思います。スパイクの買い替えタイミング第1位はなんと約1年。これ圧倒的1位でした。割合としては 55%、 かなり多いです。約2人に1人1年に1回買い替えてるみたいという情報になります。第2位、破けたりプレートが柔らかくなったりスパイクに不具合が生じた場合に買い替える。割合としては 15%。これに関してはトレーニング中にね破けるなど明らかに走りに影響を与えた場合での買い替えですね。第3位は半年。こちらが割合としては 12% で、続いて2年、そして1年半3ヶ月と続いております。一番多いのが1年という結果になりました。ちなみにこのデータは中高大には分けておりません。使用するね層によっても多少変化が見られるかもしれません。続いてメーカーに意見を聞いてみました。こちらの回答は使用環境や体格、使用頻度等の違いがあるので明確に数字としては表せられない。ただソールの毛製数値やアッパーの耐摩耗性などをクリアして製品化しているので、その数値が基準をクリアしているものが店頭に並んでいますとのことです。予想通りの回答といった感じですかね。それではね、ホワイティの見解になってきます。ズバリプレートが柔らかくなったら買い替えです。これなぜかというと、スパイクのプレートは反発力が落ち続けます。長く使えばそれだけパフォーマンスに影響してきます。硬いプレートは屈曲からの反発が強く得られます。柔らかいプレートは足の動きが追従できて走りに違和感がありません。要するに扱いやすくなる傾向にあります。これだけ聞くと柔らかくて足に馴染んだものがいいと思ってしまう方もいるかもしれませんが、何よりも致命的なのはプレートが柔らかいため反発が弱くなるということです。やはり速く走りたいからスパイクを履くのであって、走りやすいからスパイクを履くのとは違ってくると思います。私の体験談の話になりますが、現役の時は練習用、本番用にクロノインクスを2足ね使い分けて使用していました。この使い方を始めたのは大学に入ってからです。このような使い方を始めた理由は、ある記録会でスパイクの履き分けをした時のタイム差と感覚の違いが明らかになったからです。1年間使用していたクロノインクスと使用して2ヶ月が経過したクロノインクス、この2つで履き分けてみました。両方で記録会にね出場させていただいたんですが、故障明けだったこともあり、1本目は使い慣れているプレートが柔らかくなったクロノインクスを履きました。こっちの方がねダメージが少ないだろうと思って、で2本目は足の状態が悪くなかったため2ヶ月鳴らしたクロノインクスで挑みました。その時に感じたのが圧倒的な跳ね返りの差。この跳ね返りの差からやはりタイムにも約 0.2 秒その時差が出ました。
どちらもねフルパワーで挑んだ記録会ですので 0.2 の開きは大きく感じました。当時の感覚を思い出すと、使い込みすぎて柔らかくなったスパイクで走るとやはり地面からの反発力が弱いと。これは普段から使い分けをしている選手なら分かっていただけると思いますが、一足で練習も試合もしている選手にはなかなか分かりにくいと思います。でもこの感覚の違いははっきりと分かるほどでした。ですのでスパイクの寿命としては使用環境や体格、練習メニューによりますが、一番パフォーマンスを発揮できるスパイクの寿命は僕はね約半年くらいだと思います。もちろん人それぞれ違ってくるので難しいですけれども、今の話でちょっとね悩む人はぜひお店で自分のスパイクと新しいスパイク履き比べてみてください。そこで明らかに硬さが違うと感じればもう反発力は落ちています。そこが買い替える時期だとホワイティは思います。見た目はねこう綺麗だから履ける、ピンもまだそんなに減ってないから履ける、そりゃね履けます。あくまでスパイクは走るための道具です。でもパフォーマンスを出すことが目的であれば今回の話をぜひね参考にしていただければ幸いでございます。それではここまでの話を踏まえてホワイティが考えるおすすめのスパイクの使い方をご紹介したいと思います。まず練習環境が競技場の場合、専用スパイク1足と試合用1足がおすすめです。もっと言うと練習用と試合用のスパイクは同じものを使えれば理想的になります。私も大学の時は試合用のクロノインクスと練習用のクロノインクスと分けてね使っていました。ただ金銭的に同じスパイクを2足購入が難しい場合はクロノインクスを試合用で使っていれば X ブラストネクスト X レーザーネクストを使うのもおすすめです。ちなみに昨シーズンの本番用を今シーズンの練習用にするといったルーティンを作るのもおすすめです。ちなみに X シリーズを練習用で使う場合も練習頻度によりますがクロノインクスと同じくらいの耐久性になります。多少プレート強度がこちらの方がねあるので柔らかくなるのが遅いですが、同じ頻度同じ使い方をした場合は同じくらいにプレートの反発力は落ちてくると思ってください。練習用としても1シーズンが買い替えの目安になると思っています。ただプレートが柔らかくなったスパイクはそれはそれで使いやすい、履きやすくなっています。使い分け用で持っていてもいいかと思います。さらに他の例を挙げると練習環境が学校のグラウンドで土のスパイクで練習し本番だけ専用スパイクを履く選手ではトレーニング用のスパイクで足への負担を減らしたい選手はヒートフラットやエフォートなどのミッドソールにクッションを挟んであるスパイクがおすすめです。専用スパイクと感覚を変えたくない選手、そんな選手はヒートスプリント、シティウスウィンクがおすすめです。グラウンドでスパイクを使わない選手もいると思いますので、その場合はウィンドスプリント2やレーシングスターをトレーニングで使用していきましょう。そしておすすめの買い替え時期もご紹介いたします。例えば高校生のおすすめの買い替え時期はインターハイ前にもう一足、だいたい3月の中旬から末にかけてトラックシーズンが始まります。ですので1月2月あたりに1足ね新しいスパイクを購入するのがおすすめです。そこから5月に県選手権、6月頭に高校総体の県予選があり、その時点で、約4ヶ月、シーズンで言うと半分ぐらいもう入ってます。インターハイで最高の結果を出すためには6月7月には1足買い替えがおすすめになってきます。そこから10月くらいまではシーズンがありますが、メインは新人戦国体になるのでインターハイで買い替え忘れた選手はその大会に合わせた買い替えをお勧めいたします。常に最高のパフォーマンスを出せる状態を意識することで後で後悔することがないように選択していただければと思います。最後までご視聴ありがとうございました。スパイクの寿命についてお話しさせていただきました。僕は高校生の時は年に1足スパイクを買っていました。今思えばプレートの反発力もかなり落ちていた状態で新人戦以降の大会を走っていたと思います。
やはり陸上は 0.1 秒をね競う競技ですので、そのあたりは選手にぜひこだわっていただきたいと思っています。最後に個人的なアドバイスになります。試合の時にね、ホワイティのやり方なんですが、今のような気温の高くなるシーズンはプレートの素材が柔らかくなりやすいです。例えば気温の高い日にカバンの中に入れっぱなしにすると、プレートがかなり柔らかくなる可能性が高くなります。試合の前日に私はね、冷蔵庫に入れてプレートを硬くした状態で保冷バッグに入れて硬い状態を保って競技場に持っていった経験もあります。そうすると通常より硬い状態で試合に挑めるので、普通に持っていくよりは反発力を維持できるのではないかと思います。ぜひね、試してみても面白いかと思います。じゃあ今回の動画に関して高評価、低評価、コメント、チャンネル登録ぜひよろしくお願いいたします。それではまたの機会にお会いいたしましょう。さようなら。また見てあいよー。はい、最後までご視聴ありがとうございました。ステップスポーツ金沢店のマキです。はい、ありがとうございます。さて今回ホワイティにスパイクの寿命についてお話しいただいたんですけども、最近メーカーの技術改革によってアッパーとかアウトソールの耐久性ってすごく伸びてるんですよ。ただ、ミッドソールの耐久性、プレートの耐久性、これっていうのがアッパーの耐久性の伸び具合に比べてそんなに変わってないように思います。つまり、外見は綺麗なんですけども、中身がダメになってしまっている。だから買い替えるタイミングがわからない。こういう風な状況にちょっと陥ってしまっているんじゃないかと思います。外見ではなく中身。これでシューズ、スパイクの買い替えのタイミングをぜひ測っていただければと思います。恋愛もシューズもスパイクも外見ではなく中身が大事です。ではまた次回の動画でお会いしましょう。最後までご視聴ありがとうございました。